です。こんにちは、ポテトで今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ドログバってどんだけ空中戦強いのかやっていきたいなと思います。こんなコメントいただきました。ドロクバのエアバトル最強です検証してほしいです。ありがとうございます。ということでね、やっていきましょうということで、皆さんこのガチャ引きましたか？ちょっとリベリーからね含めてどうですかね。今日はですね、そんなガチャの中ですね、今日はドロクバ編という感じでやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法この作になってからねまだやってなかったのでちゃんと説明していきましょう。この辺りからねドリブルをしていってクロスを上げて中で様子を見ていくという形になっていきます。調子は普通で固定をしてですね、守備側のクリアと攻撃側のシュートで同時に基本的に押してやっているという感じですね。中のセンターバック代表パバールとかその辺を使っております。ゴールキーパーね、今回の FP のやつの手足制限になっておりますね。でゴールキーパーが直接触った場合のもの、これに関しては全てノーカウントという形でですねやってきましたね。で大前提としてですね、このシチュエーションってねディフェンダーが圧倒的有利なんですね。これ前作もそうだったんですけど、それを踏まえて見ていきたいなと思うんですが、使ってる選手はこのドログバで初期値を見て決定力、そしてヘディング、決定力とヘディングとかねを見ていきたいなと思います。で40本ずつね見ていきたいなと思います。まずは初期値から見ていきましょう。初期値といってもね結構能力高いので割と決めてくれんじゃないかなっていう気はしてるんですが、全然関係ないですけど、ドロクバといえばですね、日本対コートジボワールでドロクバが出てきた瞬間空気変わって逆転負けしたっていう、もうあれがですね僕の中ではイメージ強いんですけど、これ分かる人いるかな？今の人知らないかな？あの時のドロクバめちゃめちゃ怖かったな。はい見ていただきました。かなり厳しそうだなあ、そう初期値でも結構数値高いんですけどね。いや今作もやっぱり圧倒的にディフェンダーが有利なのかな。オフェンス側が有利にしすぎてもねクロスゲーばっかになっちゃいますからね。それはしょうがないかもしれない。少なくとも得点入る気はしないですね。これ上げててそんな感じがしました。さあ決定力上げていきましょう。決定力だけ上げただけじゃねちょっと空中戦はどうなんだろうっていう感じはしてるんですけど、一応ね見ていきたいなと思います。おおいいね、いいシュート。でもやっぱりでもいいね。はい見ていただきました。まず良かったのかなと思います。ヘディングができればね割と点決めてくれてるそんな感じはしましたね。得点の匂いがするようなヘディングっていうのかな、惜しいヘディングっていうのが多い気がしました。ただね競り合いが強くなってるわけじゃないかもしれないかな、データ見る限り。はい次ですね、今度ヘディングを極めていきましょう。これフィジカルも101になってるんでこれは相当強いと思うけどな、どうなんだろう。はいでもそうなんだな。はい見ていただきました。明らかにやっぱ空中戦強くはなってますよね。理不尽に勝てるようなそんな感じがしました。ただ思ってたより勝てないかな。もっと勝ってくれてもいいかなと思ったんだけど、101あってもですね体勢が整ったディフェンダーにはちょっと勝てないかな。ここで決定力上げたらどうなるんだ気になりますよね。ですがその前にですねオフェ戦上げたら勝てんじゃねっていうのちょっと気になりませんか？やってみましょう。オフェンスだけ上げてきました。オフェンスセンスだけ上げてきましたね。99までこれどう変わっていくのかっていうね、ポジショニングとか変わんじゃねえかっていうね気もしてるんですけども、希望的観測かもしれない。いやどうだ。はい見ていただきました。なんとも言えないかな。ちょっと後で比べますけど多分誤差レベルな気がするかな。オフェ戦だけじゃちょっと中の動きは変わんないかな。ダメか。ちょっと気を取り直して本題に戻りましょうさあこっからはですねヘディングそして決定力どっちも101まで上げてきました。これ空中戦一応理論上ね最強になってるんで
あ、いいねいいね。てか手足低減おはいはいはい。はい、見ていただきました。結構決めてくれましたね。ディフェンダーが圧倒的有利な状況って考えたらかなりいい感じなんじゃないかな。てかね、テアちゃんが止めすぎ、さっきからまとめたデータこちらです。これちょっと説明してなかったんで説明しておきますけども、ここはですね40本中の何%なったかっていうデータになってますね。全体の何%かっていう形になってます。このシュートというのはですね、明らかに競り勝ったヘディングシュートの場合ですねをやってますね。でやっぱ競り合いだけ見ていくとですね、勝ちやすくするためにジャンプとかフィジカルが結構やっぱ大事なんですね。まあこれは分かりきってたことではあるんですけど、やっぱここが大事という感じでした。ここに関してはですね、シュートの何本が得点になったかってとこなんですけど、まあヘディングそして決定力どっちもやっぱ大事ですね。前作とこの辺は同じような仕様になってましたね。なので言い方変えればどっちかがあればある程度は決めてくれる、そんな感じでしたかね。なのでメッシとかがたまにヘディング決めたりしますけど、そういうことかもしれないですね。なんか結構綺麗な結果になっちゃいましたね結構ブレること多いんだけどこういうのね。まあちょっと本数はめちゃめちゃ多いわけではないので、ある程度参考にはしてくれればなと思います。で実際のシーンを見ていきながらちょっと比べていきましょう。オフェンスセンスとヘディングのところなんですけど、これちょっとどう変わるかなと思って見ていったんですけど、これねよーく見るとヘディングの方がですねディフェンダーの前一歩手前でねヘディングしてるの分かるかなと思うんですよね。これ分かるかな、この感じ。ちょっと別の角度なんですけど、この感じ一歩手前で打ててるんですよね。でそのためにはですね、その分高くジャンプをしなきゃいけないわけなんですよ。この辺でですねジャンプとかその辺の高さが出てるかなと思います。ちょっと無理やりね重ねてみたんですけど、この緑色の影っぽいのがオフェンスセンスの方なんですけど、これねやっぱり高い位置で手前でねヘディングの方は打ててるんですよね。なのでジャンプ数値とかある分ですね、最高到達点でヘディングができる、結果的に手前でシュートができてるみたいな、そんな形になってるのかなと思います。であとは初期値とオフェンスセンス一応見比べてきました。これでポジショニング変わるかなと思って見たんですけど、やっぱりねこの辺は結果と同じくそんな違いは分からなかったですね。動き方とかはそんなに変わんないような気がしましたね。ということで結論、空中戦に必要なのは人生と空中戦はタイミングが大事とします。いやまあ結局ですね、このタイミングっていうのは一番大事なのかなと思いました。いくら能力上げていてもですね、これが合わないとですねなかなか決まらないなというのも今回分かりましたので、こんな感じのことを言いましたね。闇雲に上げてもなかなか入れないよというのを分かった上でですね、その上で能力っていうのが生きてくるのかなというところになっていきますので、空中戦にね必要な能力っていうのもこれ乗っけておきますけども、この辺も含めて参考にしていただければなと思います。特にですね感覚としてはなんですけど、クロスの距離が長くなれば長くなるほどですねなかなか入りづらいっていうのは言えるのかなと思いました。なので結構切り込んでペナルティエリア付近、ペナルティエリア内に入ってからですねショートフライパスとかするとですね結構な確率で勝てることが多いかなというのがありますので、ぜひね参考にしてみていただければなと思います。ディフェンダーの隙をつくことができればですね能力なくても全然決められると。身長とかヘディングジャンプフィジコンとかが高いとですね若干悪いタイミングでも点決めれる可能性が高くなってくるよみたいな、そんなイメージですかねっていう認識にしていただけるとすごくいいのかなと思います。っていう意味ではやっぱりいいバランスでできてるよね。でポイントなんですけども、だいたいこんな感じでやっておくといいかな。個人的にはですけどねワントップで使うことが多いので、パス受けとか一瞬ため作ることが多いので、一応ドリブルでもね多少振っています。でねドログバシザーズついてるんで、ちょっとしたトラップの時とかに結構役立つんですよね、このシザーズがあると。なのでドリブルに振っておくことで相性はいいのかなと思います。でオフェ戦も一応上げてるんですけど、オフェ戦っていうよりはね瞬発とねボディコンが低すぎるのをちょっと避けたかったんで上げたっていう感じですかね。ポイント余ったっていうのもあるんですけど、こんな感じで尖らせておけばですねある程度はね決めてくれるかなと。皆さんのねおすすめもあればですね教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただ
だければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内に3万人を目指しておりますので、この動画良かったな、参考になったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。メンターにはクリロナ来んのかな、来るんですよね。なので、この辺も努力場とね、また比べてみたいなとも思ったりはするのでね、楽しみに待っていきましょう。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。